はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ASA 初イベントターキートライアル徹底解説をお送りいたします。とうとうですね、アークサバイバルアセンディットにもイベントが適用されました。第1弾として簡易版ではありますが、ターキートライアルが実装されました。詳しい適用方法については、先日動画でお送りしておりますので、そちらをご確認いただければと思います。基本的な部分は以前の ASE の時代のですね、内容と大きく変わるところはないんですが、新スキン、新エモート、新チビペット実装であったり、ASA はまだアイランドのみになりますので、アイランド生物、アイテムで対応する必要があります。ここに関しても少し勘違いされている方もいらっしゃるようなので、スーパーターキーへの対応方法ですね。いろんな手段がありますので、まだ始めたての人でも対応できる対応方法をご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。本日の流れはこちら。ぜひですね、ご活用いただいて、イベントを楽しんでいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、ターキートライアルの基本情報からお送りいたします。期間は12月の18日、日本時間でいくと19日の早朝ぐらいまで行われます。倍率は 1.5 倍。新サバはそれに新サバのブーストがかかっておりますので、3倍となっております。イベントカラーがこちら。スキンについては後ほどお送りいたします。おまけとしてですね、感謝祭、ターキーイベントって何っていうツイートが見受けられましたので、簡単にご紹介しておきますと、感謝祭という祝日がですね、カナダやアメリカに風習としてありまして、概念としてはですね、秋の収穫が終わって、今年の収穫の感謝と来年の豊作を願って祝日となった日だと思っていただければと思います。似たようなもので日本でわかるものとすれば、ワインの世界でいうボジョレ・ヌーボーの祭りのようなものだと思っていただければと思います。ではですね、まずターキーの特徴についてご紹介していきます。まずは脇に関してはこちら。主に海岸線になっておりまして、中腹にも湧いてまいります。特性として少し勘違いされている方がいるんですが、恐竜からの直接攻撃に対してスーパーアーマーを持っております。ダメージカット 90%、10% しかダメージ入れることができません。一部ですね、それに対応できる生物もいますので、後ほどご紹介させていただきます。あともう一点、ダメージを与えた後なんですが、ターキーですね、急速的な回復能力を持っております。なので、時間を空けてしまうとすぐ全開してしまいますので、その意味でも対応が大変です。そして体力がこのようにですね、多少違ってくるんですが、2万から2万5千ぐらいの体力持ってると思っていただければと思うので、結構倒すのが大変です。ちなみにレベルは250が固定となっております。あとですね、攻撃をするときなんですが、攻撃しますとターキーのみではなく、周りの草食生物も襲ってきます。なので、まずターキーをやる場合ですね、周りの草食生物、特にトリケラとか、そのあたりを処理してから始めるのがいいかと思います。ただ割とターキーですね、このように扉付きであったり、扉なしで誘導していただくこともできます。ターキーもですね、今回しっかり扉を避ける動きをしてきますので、捉える場合なんですが、石にダメージを与えることができません。こちらに関してもしっかりと避けていきますので、これに関してはですね、割と生物に乗ってですね、誘導していると勝手に入ってくれたりとかもしますので、こういうところでですね、誘導していただいて、柵で閉じるとかですね、こ
このようにトラップ捉えることはできるんですが、結構大変です。そのまま行ってもいいですし、サバイバーでやる場合は捉えてからやった方がいいです。続いて、少し勘違いされている方がいるんですが、ダメージカットに関しては、生物のダメージカットになっておりまして、実はですね、サバイバーの攻撃はそのまま通ります。別やりですね。テラとかでも39ですので、攻撃していただいて、頭当たれば119当たります。ちょっとスタミナの兼ね合いがあるので大変ですが、サバイバーで頑張るという手段もあります。もちろん剣でもダメージ与えれますんで、戦うことができます。引きながら攻撃することもできますんで、今100ですが、近接を上げていただければ、有効打を与えることもできます。安定的なのは、トラップにはめてですね、離れたところで攻撃をしていくという手段があります。結構時間かかってしまうので、捉えるよりはそのまま離れて攻撃していただいた方がいいかと思うんですが、一気に倒さないと回復されてしまいますので、ご注意いただければと思います。今回は解説用にですね、トラップにはめてます。通常の弓の場合、一応ヘッドショットあるので効くんですが、今回胴体で決めていきますね。弓ですね、最大引きで54与えれます。コンパウント棒の鉄矢で244。ここはちょっと作るの大変ですけど。クロスボウの石矢で94。ピストルに関しては69与えれます。ショットガンに関しては 44×6 与えることができます。ただしこれ2連でリロードが入りますんで、ちょっと頑張らないといけないというところはありますね。頭当たれば134。あとライフルは195。セミオート式ピストルが34。連発はしやすいので DPS は出やすいです。次にポンプ式ショットガン。これは一発の弾薬は2連式ショットガンよりも少ないわけなんですが、当たるダメージが多いですね。集約するんで結構ダメージは与えやすいです。あと連発ができますので、次ですね。アサルトライフル。一発は32なんですが DPS 高いですね。セミオートのスナイパーライフル。これが一発115となります。これも連発できるので、一撃はショットガンであったり、ライフルの方が高いんですが、DPS がやはりこちらの方が出ますね。離れて攻撃した方がですね、安定的になりますね。あと段差があるので、隣にですね、同じ土台を置けば攻撃しやすいので、ご活用いただければと思います。割と柵があるせいか、扉の方に行くので、結構胴体であれば狙いやすかったりします。出口の方に向かうからですね。スナイパーライフルだと割と頭が狙いやすいですね。これが人での対応方法になります。ちなみにおまけでですね、グレネードがあるんですけども、一撃87となっております。そこそこ作るのも重たいので、あまり有効的ではありません。大量に投げ込んでですね、ダメージを与えるっていうことはできますが、トラップも一緒に壊れてしまいます。サバイバーに関しては以上です。トラップに入れる方が楽ではあるんですが、今回入れるの大変なので、そのままですね、引きながら攻撃していただいた方がやりやすいかと思います。続いてですね、ペットについてなんですが、通常、レックスでもですね、このようにターキーにダメージ与えれるのは25となっております。近接攻撃に関しては 90% のカットが入るんで、レックスでもサバイバーよりもダメージが与えれないということになります。これにあたって有効な手段としてですね、有名なところで行くと、まずカルカですね。こちらはスーパーアーマー無視できるので、簡単に倒すことができます。続いて、ギガの友、もちろんですね、スーパーアーマー無視できますので、こちらも大ダメージを与えることができます。単純な火力もカルカよりも高いので、一番有効的な手段ということになります。続いて、以前ご紹介している部分ではあるんですが、ダンクル組んでもですね、ダメージ781与えれるんですけども、今回 ASE に関してはですね、ターキーが結構水の中に入ってきません。乗ってるとですね、どっか行っちゃうので、回復されてしまうんで、結構大変です。ただ有効打撃ではあります。基調解除すると割と襲ってきたりするんですけど、来たら乗って攻撃するみたいな感じしていただくと倒すことができます。
胴体ダメージは260ですね。ダンクルでも有効ではあるんですが、なかなか水に来ないので結構めんどくさかったりします。ここからですね、以前ご紹介はしているんですが、あまり知られていない対応方法ですね、ご紹介していきます。まずはティラコレオ君ですね。代表で持ってきたわけなんですが、要するに継続ダメージを与えれるもの、ティラコレオ君であったり、カルノタウルス、アロサウルス、アイランドでも継続ダメージを与えれる生物がいます。これでですね、ダメージを与えながら、流血ダメージ与えれますので、対応していただくと、時間はかかるんですが、流血入ってる間、回復しませんので、そのあたりでですね、有効的に戦うことができます。ちなみに、ティラコレイだと、ジャンプとかですね、できますので、結構ダメージ与えて戦うには、他の2匹よりも戦いやすくはあります。あと、いろいろ海岸を回らないといけないので、その分も移動力も含めてですね、継続ダメージ系はやはりティラコレオ君が一番やりやすくはあります。ちょっと大変ですけどね。ちなみに休みを入れちゃうと回復してしまいますので、継続ダメージ入っている間に次の攻撃を入れましょう。比較的最初の人でもやりやすいのがこちら、テリジノサウルス君ですね。テリジノサウルス君なんですが、通常ダメージはスーパーアーマー効きます。ただしですね、テリジノ君 C ボタンの打ち橋攻撃を与えますとダメージが貫通します。割とテリジノ君だと火力高いことになりますんで有効的です。引きながらとかであればですね、ある程度ちょっとダメージくらいながらになるんで少し強化してないといけないんですが倒しやすくなっております。ヘッドショット当たれば400当たりますんでね。ちょっとベリーも取れてしまうので結構重くなりますんで、そこだけしっかりやっていければいけます。あと段差とかあるんで、逃げようと思ったら結構逃げれたりもしますんでね。大変ではありますが、この2匹に関してはですね、継続ダメージとテリジノ君に対しては割と戦いやすいかと思います。ちょっと時間はかかりますけどね。ダメージをテリジノ君の場合は回避しづらいんで、そこに関してはご注意いただければと思います。やばいと思ったら逃げましょう。極力周りの生物整理して、その後に1匹ずつ処理することをお勧めします。割とトラップ入れてからの方がいいかもしれないですね。テリジノ君でする場合は。あと、水が逃げるので、割とターキー襲われた場合ですね。水側に逃げると回避できる場合があります。追ってくる場合もあるんで、必ずではないんですが、割と水辺で戦うと安全だったりします。以上がアイランドでのスーパーターキーへの対処方法のご案内でした。ここからはイベントアイテムのご紹介です。いくつか変更点もありますのでご紹介していこうかと思います。まず、イベントアイテム制作に関してはですね、このように先ほどのスーパーターキーを倒していただくと鎖骨がランダムなんですが数個手に入ります。これを集めていただいて制作していくということになります。大きく変わったのが ASE の時はですね、クッキングポット、調理鍋の方で制作ができたんですが、これができなくなりました。今回ですね、ASA の場合は作業台の方で祝日というフォルダができまして、このように制作ができるようになってます。制作できるものはエモート、各種スキン、感謝祭キャンディ、イベントキャンディですね。これに関しては各イベントあるんですが、恐竜の色がですね、24時間とスピードがちょっと速くなります。そして、ランダムチビペット。レアの方は使う個数が多いんですが、レア以上が出ます。通常のものは1個ずつで作れます。ちなみにレアの方だと、イベント恐竜は出やすくなってます。まず、キャンディーに関してなんですが、このように各種キャンディーに配色がされてます。一応レアリティもあると思うんですが、見ていただいた通り、移動速度が 5% アップします。そして24時間ですね。このように色が変更されることになります。時間限定ではあるんですが、今お持ちの恐竜に対して色変更することが可能です。今回ちょっと普通に野生でいそうな色になってますけどね。プラスアルファ移動速度 5% アップですね。入ってますので、速度が上がるというものもあります。続いて、エモート。新エモートが2種類あります。制作して、こちらですね、使っていただくと覚えることができます。
今ですね、制作のところに出てなかったんですが、ASE で持ってなかった人に関しては制作出てるかもしれないんですが、ちょっと情報が入ってきていないので、もし ASE でターキーイベントをやられたことがなくてですね、制作のところに他のエモートが出てる人は ASE 時代から以前からあるエモートもですね、制作ができるかと思いますので、わかる方いればコメントいただければと思います。エモートのサークルを出していただくと、こういう各種イベントがありまして、このターキートライアルを選ぶことができます。七面鳥が今回あるのかどうか発表されてないのでわからないんですが、お腹さすり、空腹、食後の眠気、あとはタッチダウンと友達のジェスチャーというのがあります。まずは以前からあるお腹さすり。続いて空腹。続いて食後の眠気。これは椅子とかに座ってしていただいた方がいいかと思います。続いてタッチダウン。補足しておきますと、アメリカの感謝祭でですね、お家でフットボールが放送されていることが多いらしいので、おそらくそこから来ているのだと思います。これが友達ジェスターらしいです。続いてですね、スキンなんですが、帽子を設置しました。帽子設置しちゃうとちょっと顔がいかついですね。まず、スキンに関してなんですが、こちらの装飾品のタブにあります。ペイントとか持ってるとごちゃごちゃになってしまいますので、ご注意いただければと思います。まず武器に関しては、熊手スキンは長槍に設置します。ターキーレッグスキンは棍棒に設置します。すると装備ができるようになっておりまして、熊手がこちらですね。かなりでかくなっております。攻撃は一緒です。大きくなってますが、攻撃力は変わりません。続いて、ターキーレッグスキン。こういう仕様になっております。こんな感じですね。結構リアルになってます。ここからはですね、装備品にセットするスキンになるんですけども、まずは元々あるスキンですね。頭から順番にダイジェストでお送りいたします。こちらが以前まであったスキンでございます。ここからが新しいスキンになるんですが、帽子が3種類、設置物が2種類あります。まずはパンプキンハットスキン。なかなかファンキーですね。続いてフォレストクラウンスキン。こんな感じですね。ちなみに上の頭はこういう感じになってます。フックタキーハットスキン。なんと顔が全部覆われます。
怪しいですね。続いてですね、構造物の設置なんですが、今回初となるんですけども、餌箱とクッキングポット、調理鍋に設定することができます。設定方法なんですが、装飾品のタブを開いていただいて、例えばターキーフライヤースキンとなってるんですが、E ボタンで使用していただくとこのようになります。これをクッキングポットに合わせていただくとこのように見えて、これで設置することができます。ちなみになんですが、構造物のスキンに関してはですね、今使ってこのように構造物のスキンなくなりましたね。リムーブのスキンで使うと壊れるので、回収することができません。これですね、調理鍋をそのまま拾ったとしても、スキンは戻ってきませんので、使い切りになってしまうので、ここだけご注意いただければと思います。そして改めて、ターキーディープフライヤークッキングポットですね。ターキーを焼くようなこういうポットになっております。いぶすですかね。続いて餌箱。こちらは翻訳としてはですね、宝物庫をイメージした餌箱らしいんですが、こうですね。ちなみにこれ中身はないと空になっています。中身に入れるとこういう風にパンプキンがいっぱい並んでいるものになりますね。大小、形もいろいろありますね。以上がスキンとなります。最後ですね、チビペットなんですが、一応いろんなチビペットが出てきます。いろいろ作ってみたんですが、こんな感じになっております。ここに関してはですね、別途今出るチビペットですね、チェックして再度お送りしようかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。今回、ターキーイベントのチビペットがこちら。スーパーターキーのチビペットが実装されました。確かに実装されてなかったですね。こういうものになっております。ちなみになんですが、ディスプレイですね。近づいて E ボタンを押していただくと、ペットってなりまして、これを押していただくとですね、このようにチビペット動きます。テイクチビペットすると、自分のチビペットに移ります。カラーのやつ押すと乗ります。このように角度も回すことができますので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみにチビペットなんですが、この右下に設置ができるようになっているんですけども、これも外した場合ですね、装飾品の枠につきますので、ここも間違ってですね、インベントリー何も持ってないとかでファーストトラベルするとチビペットをなくしてしまう可能性があるんで、ご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ASA の初イベント、ターキートライアルを徹底解説させていただきました。少しですね、以前と異なっているところもありますので、ぜひですね、ご確認いただいて、イベント楽しんでいただければと思います。また、通常の今までのチビペットに関しては、またカタログですね、作ろうかと思っておりますので、一応以前のカタログはこちら。基本的にアイランドにいる生物であれば出てくるかとは思いますので、参考にしていただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。次回お会いいたしましょう。バイバイ。